どうもいつもです。皆さん絵を描いていますでしょうか。楽しいですよ。はい。で、今回はですね、画像を参考にして描きました。で、線画の時はこれはちょっと、難しいな、失敗かなと思ったんですけど、どうにか、持ちこたえることが持ち直すことができました。はい。自分は体の部分、服の部分と分けて、で下地の色をレイヤーを分けて必ずやったりするんですけど、大体ですね、でその方が楽なので、はい、でこのイラストを描くあたりからちょっと自分本当些細なことなんですけど、やり方を変えてます。やり方っていうか、クリップスタジオの、画面をちょっと変えてます。それはどんなことかというと、参考にしている画像、サブビューでしたっけ。そのサブビューを結構大きくして表示させてます。そうすることで、その参考にしている画像の影とか光とかが確認しやすいんですよね。以前は本当デフォルトの画面のまんまだったので結構小さいんですよね。で最近になって画像を大きくして見た方がいいのかっていうのを最近になって本当気づいて、本当遅いなって自分ね気づくので、あと一つなんですけれども、これもまたただ大きくサブビューと同じでただ大きくしたことなんですけれども、それは何かというとパレットですね。色のカラーパレット、そのパレットを大きくしました。これもだいたいサブビューよりは一回りぐらいは小さいですけど、でも結構大きくやってます。そうすることで色の選択とかが広がるんですよね。そのカラーパレットが小さいまんまで色を選ぶのと、やっぱりカラーパレットを大きくして色を選ぶのでは本当全然違うんですよ。なので皆さんも試してみてください。でそんなに大きくしてたら描くところが埋まってしまって見れないよとかってあると思うんですけども、画像の場合は自分はもう参考にしている画像はもう大きいままそのまま表示してるんですけれど、それはもうしょうがないとしてそのまま表示してるんですよ、片隅に置いて。でカラーパレットも大きいので、そのカラーパレットも一緒にサブビューと一緒に表示しとくと本当に描くスペースが小さくなるので、カラーパレットの方はショートカットキー設定でキーボードのキー一つでそのカラーパレットを表示させたりでまた消したりっていうような感じにしてます。なので色を選ぶときは表示させてっていうような感じですね。それでもやる前はそれではちょっと難しいんじゃないかなって思ってたんですけども、これが結構すんなりできました。はい。あまり邪魔だなっていう気持ちにはならなかったです。結構いいので皆さんもぜひ試してみてください。はい。で今回はですね、これも人からの受け売りなんですけれども、人から
得た情報で、テクニックなんですけれども、人からの情報で得たテクニックなんですけれども、こうやって光の部分の色を塗ろうと思ってもなかなか、光具合に達するような色が出ない時ってあるんですけれども、そういう時はメニューのレイヤーとか編集のところに新規色調補正ってありますよね。それのレベル補正でしたかね。レベル補正とかトーンカーブとかで色をちょっと明るくしたりっていうことを最近学びました。でその時も選択範囲で囲ったりして、でその部分だけを、光の感じで、やったりしてます。レベル補正とかトーンカーブでもちょっと注意が必要な部分もあるんですけれども、確かトーンカーブは、レイヤーに自分の場合なんですけど、今回とか結合しようと思ったら元に戻ったりするんですよね。だからなんでだろうと思って、なのでそのまま、トーンカーブで色を明るくしたものとかはトーンカーブのなんかレイヤーの欄の方に出るんですけども、それはもうそのままでレイヤーに結合とかさせないでそのままやりました。はい、でこのドレスのところも、ちょっと色のグラディエーションってありますよね。グラディエーション機能って、それを使ってちょっとやってますね。はい、そうすることでなんかドレスの、ドレスが立体的に見えるんじゃないかなと思ってやりました。はい、で今回のこの参考にした、画像は、光と影の部分が結構はっきりしていた画像だったので、なので結構もしかしたらやりやすかったですね。結構微妙な光と影が微妙な画像とか写真とかありますよね。あれはかえって難しくて、こういった、光の部分と影の部分がはっきりしているものを描くと結構すんなり描けれるんじゃないかなと思いました。はい、結構その方が勉強にもなるんじゃないかなと思います。はい、皆さんにおすすめです。はい、結構いろいろやってますね。こことかは、加算発光だったかな。ハイライトっていうんですかね。ハイライト機能とか使ったりして胸板のところとか頬とかの方をやったりもしてましたね。もう本当いろんなことを試していこうと思っていろいろやりました。はい、髪もこんな感じで、また顔の半分もまた影にしたりとか、選択範囲で囲ってでトーンカーブとかで、やったりしました。はい、はい、最後ですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。